本動画の結論。バンブーラボ A1 は値段、性能、品質に優れた高コスパ機、超安定した 3D プリンターをしっかり理解しておこう。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。今回はバンブーラボ A1 という 3D プリンターをいろいろと使ってみました。A1 は6万弱で購入できる家庭向け FDM 機です。リーズナブルな割にとんでもなく高性能で優秀な 3D プリンターだと感じましたので、今回いろいろと特徴をまとめてみました。バンブーキットなども利用して品質のいい造形物も作ってみましたので、そちらもご紹介できればと思います。3D プリンターはどれを選んでいいかわからないバンブーラボ製品が気になるといった方は、ぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、使ってみて分かった A1 の特徴5選。2、スペック、仕様を解説。3、バンブーキットで高精度な作品作り。4、必ずチェックしてほしい A1 の注意点。それでは1つ目の使ってみて分かった A1 の特徴5選を解説していきます。特徴の1つ目は高精度、高品質な仕上がりになるという点です。もちろんモデルの難易度にもよりますが、基本的にプリントしたものは仕上がりが良く、品質への不満はあまりありませんでした。理由の1つに頑丈なハードウェアという点があります。金属製の頑丈なガントリーフレームとなっており、触ってみるとわかりますが、ガタつきは全くありませんでした。前後に動作するビルドプレートも手で揺らしても全くブレません。そんなの当たり前じゃんと思う方もいるかもしれませんが、意外とガタつく 3D プリンターも存在します。このような頑丈な構造のため、振動、揺れが造形物に影響を与えにくくなっていると思います。また、スライサーソフトはバンブースタジオというソフトが推奨されていますが、こちらもしっかり作り込まれています。このソフトは細かい設定ができるだけでなく、3D プリンターに詳しくない方でも簡単に使えるようにテンプレートが準備されています。テンプレートのバリエーションは多く、レイヤー 0.08mm や 0.32mm といったたまに使うようなテンプレートも用意されています。なので、ちょっと品質の高いプリンターをしたいなと思ったら、手軽に高解像度で出力できます。これはレイヤー 0.08mm のテンプレートを使ってプリントしたものです。積層がかなり滑らかになっています。テンプレートを改変せずにこのクオリティなので、しっかり作り込まれているようです。特徴の2つ目はマルチカラープリントができるという点です。バンブーラボといったらマルチカラーが有名ですよね。AMS ライトというオプション品を連携するとマルチカラープリントをすることができます。A1 と AMS ライトがセットになったコンボはちょっと割安で購入することができます。実際の色付けはバンブースタジオで行えます。球状、三角形、塗りつぶしの形状ツールで配色をすることができます。モデルによってはちょっと難しいところもありますが、塗り絵感覚で色付けできるのは面白いです。マルチカラープリントすると作品に立体感、深みが出るので、見た目の受けを狙う場合には特におすすめです。特徴の3つ目は造形エリアが広いという点です。A1 のプリントエリアは幅256、奥行き256、高さ 256mm あります。よくある家庭向け 3D プリンターでも幅220、奥行き 220mm ありますが、それよりも一回り広い空間になっています。A1 ミニという機種がありますが、180×180×180mm なので、二回りくらい狭い感じになります。A1 ミニは実際に私も使っていて、エリア内に収まらないことがよくありましたので、迷う場合は A1 の方が安心できると思います。バンブーラボでは他にも P1S や X1 カーボンなどがありますが、これらも 256×256×256mm で A1 と同じサイズになっています。プリントエリアは後になって後悔することもあるので、しっかりチェックしておきましょう。特徴の4つ目は音が静かという点です。A1 はアクティブモーターノイズキャンセリングとサイレントモードで 48dB 以下の騒音量になるようです。試しにプリント中の音量を計測してみます。いい感じの速度が出ている地点で計測してみましたが、さすがに 48dB 以下は難しかったですね。およそ 56dB から 63dB 付近になりました。ただ、この数値はとても優秀でかなり静かです。しっかり静音設計されているのがわかります。加えて、エンクロージャーで密閉してみた場合では 50dB から 58dB くらいになりました。さらに音量を軽減することができました。夜間中にプリントしたい、音に気を使っておきたい場合にはおすすめです。今回初めて A1 をエンクロージャーに置いてみたんですが、いい感じでフィットしました。ただ、スペース的に AMS ライトを横に置くことはできませんので、トップマウントキットをプリントして付ければいけると思います。トップマウントキットは AMS ライトをプリンターの上に取り付けることができるキットです。
スペースを有効活用することができます。メーカーワールドでキットデータをダウンロードできますので手軽にカスタマイズできますね。ただしレジは別売りなので買う必要があります。特徴の5つ目は失敗が少ないという点です。私の経験上これまでの 3D プリンターはたくさんの失敗がありました。例えばプラットフォームから造形物が剥がれてしまったり、逆にくっつきすぎてしまったりといったものもあれば、ノズルが壊れてしまうという失敗もありました。経験している方もいると思いますが、時には50時間くらいのプリントをして失敗した挙句、時間もフィラメントも失ったこともあります。ところが A1 ミニや A1 では失敗が起きにくいと感じます。もちろん失敗がないわけではありませんが、適正な準備設定をすればかなり減らせると思います。技術がすごい進歩しているなぁと改めて感じます。それでは2つ目のスペック仕様を解説いたします。ノズル温度は最大300度まで出力できます。温度帯の高いものも一応プリントすることはできそうです。標準ノズルサイズは 0.4mm です。別途購入する必要はありますが 0.2mm や 0.6mm なんかも使うことができます。 0.2mm ノズルはかなり細かいものまでプリントできますので、これまで小さいモデルを避けていた方はぜひ挑戦していただきたいです。もちろんサイズの限界はありますが、これまでの 3D プリンターだと難しかった精密なものを作れたりします。 A1 ミニで 0.2mm、0.6mm ノズルを試した動画もありますので参考にしてください。あとノズル交換は六角レンチ不要でめちゃくちゃ簡単に交換できるので、ぜひ他のサイズのノズルにもチャレンジしていただきたいです。慣れてしまえば3分程度で交換することができます。ビルドプレートの温度は最大100度まで出力可能です。非推奨にはなっていますが、制限付きであれば ABS や ASA などもプリントできると思います。この辺はまた試してみたいなと思っています。カメラが標準搭載されているのでタイムラプスや監視をすることが可能です。ただレートが低いのでちょっとカクカクします。フィラメント切れ検出センサーや停電復帰、フィラメント絡みセンサーも標準搭載ですね。フィラメントオドメトリーですが、おそらくこれはフィラメントがどの位置までロードしているかを検知する機能だと思います。オドメトリーが現在地を把握するという意味を含んでいたので、間違っていたらすみません。それでは3つ目のバンブーキットで高精度な作品作りを解説していきます。今回 A1 を購入したら一緒に LED ランプキットがついていました。他の販売店から買うとついてくるのかわかりませんが、今回は公式から買ったらついてきました。せっかくなんでこれを作っていきたいと思います。LED ランプ用の造形データはメーカーワールドサイトにあるので、そこから 3MF データをダウンロードします。ダウンロードしたデータを 3D プリントします。デザインは2つありましたので、両方ともプリントします。こんな感じでプリントされました。かなり綺麗に仕上がりましたね。こっちのモデルはペット G クリアを使いました。もう片方のモデルはこんな感じ。PLA のマゼンタ色を使いました。細かいところまで綺麗に出来上がりました。LED ケーブルを穴に通します。LED ランプをはめ込みます。あとはネジの要領で回せば取り付け完了です。めちゃくちゃ簡単ですね。電源を入れるとこんな感じでとても綺麗です。間接照明になっているので淡く光っています。今回は PLA のマゼンタ色とペット G のクリアでプリントしてみましたが、他にも自分好みのフィラメント色でプリントすればオリジナルのものが出来上がります。ぜひ一度試してみてください。LED ランプ以外にもモデルキットはいくつか販売されています。以前マウスや置き時計も作ってみたので、そちらの動画も参考にしてください。続いて A1 を使ってこのようなおもちゃをプリントしてみました。てっぺんの軸をくるくる回すとボールが頂上まで送られるのでずっと遊べます。うちの子供は永遠に回してましたね。これはサポートを立てずにプリントしましたが、ブリッジ部やオーバーハング部はとても綺麗に出来上がりました。機械の精度が安定していないと表面が荒れたりしますが問題ありません。やはり品質がいいと思います。また A1 ミニだとこんな感じでサイズオーバーしてしまうのですが、A1 だと収まります。広さに余裕があるのでその点も安心です。それでは3つ目のこれだけは知っておいて A1 の注意点を解説していきます。基本的にはあまり言うことはありませんが、A1 を実際に使ってみた注意点を挙げておきます。まずはセットアップが少し手間という点です。最近の 3D プリンターはセットアップがかなり楽になってきています。昔に比べると A1 も楽な方ですが、それでもネジの本数が多かったり、底面から作業しなければならないというところが手間に感じました。ただし迷うところはあまりなかったので、初心者の方でもセットアップミスをするということはないと思います。
ベッドアップ時間はだいたい20分くらいで完了できます。注意点の2つ目はコンセントが三つ股になっている点です。こんな感じでアース用の端子が出ています。そのため差し口が対応していない場合は変換コネクターを別途用意しておく必要があります。それでは本動画をまとめていきます。まずは A1 の特徴を5つご紹介いたしました。1つ目は高精度な 3D プリントができる点です。頑丈なハードウェアと高性能な制御ソフトウェアで品質のいいプリントができます。2つ目はマルチカラープリントができる点です。AMS ライトを併用するとフィラメントを自動で切り替えながらプリントするので多色プリントをすることができます。3つ目は造形エリアが広い点です。256角の空間が確保されているので大きなものもプリントできます。4つ目は音が静かな点です。夜間でもプリントできるくらい高い静音性が保たれています。エンクロージャーを併用するとさらに静かになります。5つ目は失敗が少ない点です。昔の 3D プリンターと比較すると精度・性能が高いため失敗する確率が減っています。安心して使うことができそうです。続いて2つ目のスペック使用についてです。ノズル温度は最大300度、ビルドプレートは100度まで出力することができます。0.2mm や 0.6mm ノズルを使うことができ、それぞれ精度の高いプリントをすることができます。カメラは標準搭載されており、監視、タイムラプスを使うことができます。ただ、レートが低いので少しカクカクします。フィラメント切れセンサーや電源復帰などの機能も標準搭載されています。続いて、バンブーキットでのプリントについてです。A1 を公式サイトで購入したら LED キットが1つついていました。キットを使うと簡単に品質のいい作品を作ることができます。オーバーハング部やブリッジ部はとても綺麗にプリントされました。続いて A1 の注意点についてです。最初のセットアップは少し手間です。セットアップ自体は20分程度で終わります。また電源コンセントは三つ股になっているので注意が必要です。必要に応じて変換コネクタを用意しましょう。まとめは以上となります。なお、本動画でご紹介した製品・備品関連動画などは概要欄でご紹介していますのでチェックしてみてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますのでチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。